この中でエネルギーが回ってくるイメージ。スーッと。そう、はい。そう、これだけで。なぜ？いや、これが武道なんですよ。中達也先生が教える伝統空手道。年末プレゼントとして全編85分を一挙公開。これだけで。こう来てこう。そう、その瞬間に。そうそうそう。永久保存版ですね。私の永久保存版。女優のリーナさんと一緒にあなたもやってみよう。空手まだ未経験なんですけども、先生のようなオーラのあるこう構えとかできるんでしょうか。大丈夫です、大丈夫です。今日は順番でこう組み立ててやっていきましょう。はい、はい、よろしくお願いします。はい、楽しんでください。はい、では初めにやはり日本武道は礼に始まり礼に終わると言いますので、礼法からやっていきたいと思います。でこの礼も非常に深いので、はい、非常にまた面白いですから、はい、行きましょう。よろしくお願いします。はい、簡単ですので、まずじゃあかかととかかとをつけて、はい、でまっすぐしますよね。で礼をするときに礼三足って3つの息って書きます。お、はい、三足。三足、3つの息と。はい。で体を前に倒すときに息を吸いながら鼻から吸って。でここで吐きます。口から吐いて、で鼻から吸って、これだけです。つまりゆっくりした3秒ってことですかね。何ですかそれ。3つ。そう、最初はもちろんその鼻から吸ったり口から吸ったりするんですけども、はい、それとまず動作をしっかり合わせることだんだん、はい、呼吸よりも動作と呼吸をこう一致させると。そうで吐きながら左右で自然体になります。左右。そう、この自然体はもういつでも前でも後ろでも右でも左でもどこでも動けるように全部360度全部に気配をこう配りながらいつでも動き出せるような体勢を作っています。だから体の中もしっかりもういつでも動けるような集中力を高めておく。呼吸によって集中力を高めます。ここでですよね。そうです。ちなみにですけども、膝はまっすぐの。まっすぐです、はい、ただピンと張らずにあるいは曲げずに、はい、ちょうどこう緩みを持たせたような感じですね。なるほど。で足の裏に重心がしっかり落ちている、はい、この感覚で中心軸がピシッと立っている。でいつでも動けるように、これだけなんですけども、これは面白いんですよ。ちょっといいかな。ちょっと見てくださいね。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあまず自然体になって、で右手でついてこうつきますね。見てね。でこれの、はい、必ず当たった時の反動ってあるでしょ。でこの突きがちゃんと強いか弱いか、全身が一つになってるかどうか検証します。ここでそうするとこれは弱いんですよ。これははい。ではい、もう一度結び立ちになって、ここでさっきやった礼三足いきます。はい、礼吸って吐いて吸って、で自然で吐きながら、ではい、もうボッとついて、そうこれだけで、ね、一瞬で変わるんで。先ほどの3足だけで。3足だけです。やってみましょうか。いやだって弟子ですよね。いや大丈夫です。やってみましょう。言うても私は。じゃあまず、はい、パッと手出してください。まずは手出して、はい、突き、そうですね。うまい。いいですか。で当たったら必ずこういう反動がある。ちょっと入れちゃえばね。今すごい頑張って踏ん張ったんですけど。はい、ではさっきやったかかととかかとをつけて姿勢まっすぐにして、で動作と呼吸を合わせます。はい、礼吸って吐いて、はい吸って、はい静かに自然。はい、右手出してください。そうこれだけ。そうすると一瞬で変わる。でもはい、ここで例えばガッツポーズして、いやー嬉しい、やったー、はいパッとついて、そうするとこれは一瞬で変わる。全然違うでしょ。全然違う。はい、じゃあもう一度そこで、はい、礼吸って吐いて、はい吸って、はい吸う、かかとを意識して、でパッともう一度、そうこれだけで一瞬で変わります。はい、できました。はい。なぜ？いやこれが武道なんですよ。だから呼吸が重要。だから礼が大切だって、もちろん相手をレスペクトする礼もありますよね。はい、で礼っていうのは護身術もありますし、でも礼によってこれだけ体が一瞬で変わる。
できちゃったで呼吸と動作がどれだけやっぱものすごい大切なんですよ。1分でできちゃいました。できちゃうんですね。1分30秒でできちゃう。 30秒、はい、そう本当に私結構形から入りがちなんですよ。はあはもうそのテコンドーとかカンフーとかもそうはいはいなんですけど、形が綺麗だったら先生に褒められる、よしっていう、それで徐々に褒められて伸びるタイプなんですけども、まさか今呼吸一つでそうですそうです。ここまで変わるとは思わなかったです。まあ、外形がないと無理なんで、まずはそう外形を覚えて、それからだんだんそう今の呼吸だとかですね、重心の位置だとかそういうのを勉強していくんです。で次重心の位置いきましょう。重心の位置、はい。で普通重心移動っていうとこう床に対してなんていうかな、平行な重心移動をイメージするじゃないですか。はい。じゃなくて体の中でまずこう上げたり下げたり、上げたり下げたり、そうそうこうまっすぐ横ではなく、で垂直な重心とか、これができてくると技の威力にもまたつながりますし、技の速さにもつながってくるんだ。これも面白いですからね。はい。じゃあ例えば、まあじゃあさっきみたいに、じゃあ私ちょっと前に出ますからね。はい。かかととかかとつけて結び立ちで、一般的な正座の仕方は、はい、左足を引いてください。スッと、はい、このまっすぐさっきの中心軸をまっすぐ落としていく。スッと、はい、右足を揃えて、で親指と親指を重ねて座ります。そうきれいで、手は、ここにでね、ここは男性は2つ、女性は1つって昔から言われてるんですけどね、伝統的には。だからここ拳1つ入るぐらいです。はい。で礼をします。で今やった礼3足、体を前に倒しながら、はい、吸って、でここでこう三角形を作るイメージで、はい、ここにもう鼻がまっすぐ入る、はい、吐いて、で吸って戻す。そうです。これと呼吸と合わせます。もう一度、はい、礼、体が先で、ここで吐いて、はい、吸って、はい、ここでスッとまっすぐ立ち上がる。そうで右足を立てます。でこの時左足の膝より内側に入れておく。そうでこのまま髪の毛がスーッと上に引っ張られるようになります。天井に。そう、きれい、うまい。そうするともう一度いきますよ。はい、1、2、3、はい、4、はい、礼、吸って吐いて吸って、はい、ギザになります。はい、1、2、内側、3、そうするとこういう、重心のブレだとか動作のブレがなくなってくるんです。さあ外から見ててものすごい綺麗ですし、体のその重心のコントロールもすごく綺麗にできる、うまくできる。正座一つで。正座一つで。正座こうじゃないんですね。そうなんですよ。ちょっとそれやってみましょう。ちょっと見ててね。はい。面白いですから。じゃあ今言われたように手ついて適当に座って、はい、適当に座ります。はい。で、はい、礼をします。適当な礼。それで、じゃあ例えば僕がこう肩の上にグッと全体重かけて、はい、立ってみてと立てない。でもこれが、はい、ちょっと変わるんですか？そう呼吸に合わせて吐きながらね。今ここに重心があるイメージ。上丹田、はい、吐きながら中丹田で、座った時に聖火丹田に体の中の重心を落としてくる。吐きながら、はい、正座、で、はい、礼3足吸って吐いて、はい、吸って丹田にで、反対に中丹田上丹田に上げてくるイメージで吐いたってストップ、立てちゃう。これやってみましょう。本当ですか？本当ですよ。はい、じゃあちょっと後ろにいてあげて、はい、じゃあ僕と一緒に向かい合って、はい、後ろにいてあげて、じゃあ最初適当な正座いきます。2人でいきます。はい、正座、そうで適当な礼で、はい、でグッと押さえていて、はい、そこから立ってみて。待って、びくともしない。難しいでしょ。あ、そっか、今ちょっと。はい、じゃあ次、はい。さっきの言いますよ。肩通りに動きます。呼吸を合わせて、はい、1、吸う、あ、ごめんなさい、もう一回。はい、左から。左足、はい。はい、1、2、3、そう、はい、1、吸って、はい、吐いて、はい、吸って、私の方見て、はい、のちゃんですね。はい、これが立って、そう、立ってる。立っちゃったよ。はい、重心の移動だけでここまで変わるんですね。シャキッとして、もう触った感じ違いますね。最初触った瞬間は違いますね。触った瞬間分かる。
中国武術でも同じように上下の動きがあるんあるでしょです。腰を落としたりとか、はいはそれにい。だからもし取り入れたら、もちろんそう。だからそれを礼法から入ってるんです。昔はだから日本これでもう何年もやりなさいと。立ったり座るのが基本だと。ああなるほど、そこまでそれだけ重要ってことなんでね。そうですす。だからもう一つはだからさっきやったちょっと、まあ、適当に座って、はい適当に座って、まあ、適当に礼しちゃうとやっぱ体ってダメなんですよね。じゃなくてやっぱり心を込めて、はい、報いの座って、心を込めて本当素直な気持ちで、はい、礼お願いしますっていうとやっぱ心と体が一つになるじゃないですか。はい。だからこれはものすごくやっぱ強くなるわけです。いやいややってても礼したってそこには心と体一つにならないでしょう。はい。だから心から礼をすると動作と合わせるとそれによって心と体が一つになる。またものすごい大きなパフォーマンスができている。それがブダの面白いとこ私かなりおてんば娘なんですけどもそこをしっかり芯が通るように動けるようになったらだいぶろ。いやこれだけでなりますよ。なりますね。これだけで練習してそして後ろ姿も変わりますね。きっともちろんもちろんもう360度にこうわっと出てるようなイメージで。私の好きな言葉がありまして、映画とか見てると強い戦ってる強い男の背中ってもうパワー感じるだけじゃないですか、はい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 後ろ姿だけでパワーを感じる、はいはいはいそれ女性も同じかなと思うんですけども、大丈夫です。どうしても自分がそれがまだないのですごく参考になりまいやすね。これだけでも本当変わってきますから軸ができてくるんで。じゃあ、中先生は今のこの正座をやりながら自分の軸を常に意識してあと動いている感じだからさっき言ったこの例えば触ってみて上丹田ここでここは中丹田はいで正下丹田この3つの位置を意識しながらここに呼吸をこう通すような例えばそうじゃないねこう意識するでしょ、はいで呼吸吸ってこう意識するとはいこれは簡単に上がるでしょ軽くなるで今度中丹田ここに意識するそうこれは少し重いで正下丹田ここに入れるとこれは上がらないですいや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 だからこのいや気抜いてますいやいやこれは本当です本当ですか。ちょっとやってみますはい、やってあげてお願いします失礼しますじゃあ、ここ僕とがいいですかそうはいじゃあ何ここを意識してで息を吸ってはいで軽く上げてさあこれぐらいで上がるとしますじゃあこう中丹田に意識して少しこう緩めるイメージはいはいはいそれだけでいいそうもうそれであ違う全然違いますねはい今度もう少しここを緩めて正下丹田に入れるここ緩めてここだけ力入れるこことこうつながるようなイメージもうちょいはいはいはい OK でもっとダラッとしたイメージですそうもう上がらないあ、掴んだ違う違う使いました。なるこの感覚で座るこれで立つほど。だから例えば階段降りるときは自分を今みたいに重くしたり上がるとき軽くしたり体重は変わらないですよ重心の位置によってそれ変わってくる私だから日常生活からそういうのはできない階段登るときにお尻に手を置くと重心が上がることによって疲れないって聞いてずっとやってるんですけど、それも同じ。同じですでこれ出してるんだそうか、出しても自分ではコントロールできれば。そういうことですだからこれをさっき言った正座で座ったり立ったりする例えば椅子でも一緒ですよ、椅子でもね座ってそれから立つ時によくからしたところ筋肉で立つんじゃなくて軽くなってる呼吸でやるだけで全く変わってくる日常生活日常生活まで変わります、ってことは日常生活で常にそういうことを意識すれば自然と身について。そういうことですだって道場にいるの例えば2時間とか3時間でしょ、で道場以外の時間って20時間あるわけじゃないですかありますねそっちで鍛えていかないとだから道になってくるわけで武道って普段日常生活に溶け込んでくるから道になってくるはい武道。そう道ですからね武道の道は道。あ、そういうそう生活に溶け込むから道そうで武道ね。24時間もそれじゃないといけないなるほど、はこの言葉にもちゃんとした意味がそうですそうです隠されているはいというか、しっかりでじゃあもう一つ面白いのが、はいじゃあちょっとついてくる楽しい。はいでじゃあ若田さんこうジャンプしててはいでパッとついてはっはいいきますよさっきやったこれ検証でパッとこうでしょ、はいじゃあ今度このままで息を吸いながらかかとを上げてでハッと落として吐きながらはいこれだけそうこれだけ変わるかかとだけでここが痛いしかもさっきより力入れられてるのにそうさっきより強く全然でかかとってね漢字で書くと、足辺に重いって書く重い。はいそこにだから重さをストンと乗っけるだけで全身はつながるんだよ
それだけで面白いでしょ。もう一回押してください。もう一回押してください。はいあ、じゃあまずジャンプして、じゃあまずジャンプ、はい。わかりやすいように、はいパッとそうこれは軽く強く。今結構意識してジャンプしたけどかかとに力入れたんですけどダメですね。はい、次は呼吸と一緒に吸って吐いてストップ。はい、そうもう変わるでしょ、雰囲気も全部。これだけ違う。もう見ててもね、雰囲気変わるもんね。わからないかもしれない。わかりますわかります。そうこれだけ強くなる。なんか体が緊張してないのに、はいはい、下にストンとして、そうこうなんか地球と一体化になったような。その感覚素晴らしい。やっぱ早いですねそうですそうです。そう地球と一体化する重力があるでしょ。はいはい、なんか別に肩に力入れてるわけじゃないし、でもなんか自然とそうです。だから下にこうそれでそれを、まあどっちがいいかなんかじゃあ向こうで、その感覚ができてきてもっとこう意識するためにまあ今日は4つの三角形作りましょう。はい、4つの三角形、この頭の頂点からでしょ。はいこれをトップにしたこういう三角形を作るんですよ。で肩と肩が底辺、はいこういう三角形を作る一つで、これはいつでも頭頂からこう引っ張られてるようなイメージはいで、この肩と肩を底辺にした逆二等辺三角形こうで、頂点が丹田にくる、はいスーッで、今度は足と足の、ね、これを結んだ線にこういう三角形作るで、はいトップが丹田だから今言われたように下と、ね、上からここで丹田でバッとつながるようなイメージで、これはいつも伸びていく、上に伸びていくで、これは肩が上がったり、さっき言ったね、無駄な力入らないように全部ここへストンと落としていく、これ落としていくで、ここで下から上がってくる力とこう一つになる、はい、そう綺麗な自然体ができる。肩にも力入れてない。そうですで今言った下に落ちた山のイメージしたじゃないですか、はい、それをここで下にイメージして、ここに落っこってくるんですで、かかとから上に、まあかかとにも落ちてるんですけどね、はい、それで上に引っ張りつつそうここにしっかりそうこう上下に引っ張りながらここに合わせてくるみたいな。どうしてもこれが曲がったりするとやっぱりもうここで力の流れが止まっちゃうんで、まあ、この首をまっすぐするために頭頂この三角形を意識してまっすぐ上げるような。それで面白いのがじゃあ4つ目、おこう作りますね。前に来るんですね、でこの肩を底辺にしたこういう三角形はいで、この頂点に自分の意識を力を集中すると。で見てて面白いのはね、この中でまず自分のエネルギーがこう回転するようなイメージ、はい、この中でなんかボール持ってこう動くでしょ。はい、そういう球体持ってそういうイメージ、この中でこうエネルギーが動くようなイメージ、そうするとちょっとついて、反対、一回ジャンプして散らして、でパッ、そうこれは弱いでしょ、指でこう入るで、僕の指、この指見てスーッとこの中で、はい、引いていいよ、スーッとこれだけ、そうすると一瞬でこないかエネルギー、はい、やってみましょうジャンプもせず、特にそういう呼吸とかも整えることなく三角形を意識する。でまずじゃあまずついて基準、これが基準でどれぐらいで崩れるかと、ね、検証する。この間言っちゃうね、はい、恥ずかしいですねこれ。じゃあ僕の指見て、もうちょっと見ます、この指見て、はい、この引いた力がこっちへ来る、引いた力がこう入ってくる、この中でエネルギーが回ってくるイメージ、スーッ、そう、はい、そうこれだけで変わるでしょ。為什么 Why なんでイングリッシュまで出ました面白いでしょ。すごい、こでもなんの中でかそのこう回ってる時になんか、なんだろう、そう徐々にこう渦巻いてる感じがするのがすごいね、すごいですね。いや本当に渦巻いてるのはそれね、多分何十年もやらないと分かんないと思う普通の人は。なんか徐々に暖かくなる、なんかふわっとしてる感じがします。またこの中で今みたいにやるとそれだけ強くなる。だからちなみにです、すっごい基礎的なことなんですけども、パンチは真ん中。いろんなまあ流派によって違うんですけどね、まあ肩の前つく、これは一般的なんですけど、我々はこの真ん中をつく。空手は基本真ん中をつく。まあその流派、さっき言った流派によって違うんですけどね。
肩の前作り派もありますし、はい、我々みたいにこう真ん中三角形さっき作ったこう真ん中に作り派もありますしね、その三角だったんですね。そうです。なるほど。それでこうやることによって自分の重心がこう前に出てくる。あ、重心の前に。そうこの中に残ってるとやっぱり中心地がもちろんあるんですけど、はい、この中に残っちゃってると威力って出ないんで、これが全部がもうこう前に来てる。さっきの手でこれやっぱ目もものすごい重要なんですよ。あ、見ることによって。そうなんですよ。じゃあ自分でもこうやって回しながらやるとできますか。最後はやっぱこっち見ていかないです。スーッと向こう。最後にはそうすると、でも見て、こっち見て、ここ見て、こっち見て、OK。そうするともう今体がバラバラになっちゃって。うわー、面白いでしょ。めちゃめちゃ面白い。全然目線一つでこんなに変わるんですね。まだね、清潔にもやってないけども確かに。面白い。だから面白い。呼吸と動作と一致させるのと自分の意識ですよね。それから目線がものすごい重要なんだ。この普通にパンチするときは、こことここ、どっちの方が力入りやすい？じゃあもう一回。じゃあまず、じゃあもうちょい分かりやすく極端に締める。この延長線上で。そうすると弱い。じゃあもう少しまっすぐ。そうすると違うでしょ。ほんのちょっとのことなんだけど、ここだけ違ってくるんだよ。だから姿勢って姿に勢いって書くでしょ。はい。姿に、はい、勢い。だから勢いが出てこなきゃいけない。こうしちゃうと勢いが止まっちゃう。先ほどの三角形のそうこの部分ってことですね。だから動いてなくても正中の動っつって動いてなくても動いてる。正中の動。正中の動で。なるほど。それがただパッと形だけだと無理なの。だから体の中もそうやっていつもこう緊張させて、緊張っていうのはさっき言った地球とつながるようなイメージだとか、はい、いつでもこうどこでも活性化してるっていうのが、そういうのを作ってこないと。面白い。相手をこう襲うときになんかどっから仕入れた情報かわかんないんですけど、目線は相手の胸元っていうイメージだったので、先ほどの質問のようにここと、あとまっすぐをしたんですけども、それは一般的にやっぱ相手の目を見ると。目を見て。僕も見ない。僕はこの三角形のやっぱここ見る。この辺を見る。わざと。なるほど。目こうじゃなくてこう外すの。バレちゃうから。そうで若い時はやっぱ相手の目見てたんですけどね、で今度目で騙せられるんで、目で騙したりするんで、わざと目を外してこの辺見とくと相手なんだろうって分からなくなっちゃう。でそこを見とくと全体が見える。目で騙す。目で騙す。なんかすごい先の先を今日習った気が。なるほど。まだ私にはできないんですね。まずは首の三角形を意識して。まず三角形意識して呼吸を意識して、先ほど呼吸と動作と一致させる。でもこれだけできちゃうわけですから、一瞬で。できちゃいましたね。できちゃいましたね。嬉しい。でちょっとできるって気持ちいいですね。その場付けやってみましょうか。はい。まず正拳突きですね。正拳突き。じゃあさっきやったように、はい、息吸ってかかと上げて、はい、損。はい。でこの三角形、この意識ね、この頂点で自分の真ん中の線がありますね。はい。それと一致させてくれる。じゃあ握りながら、拳を握り方後でやりますけど、そうでもう少し下げて肩を楽にしてあげて、そうそれも下げてあげて、で右手を引きます。でちょっとこう右手引いて腰に持ってくるんですけど、この時に肩と腰をこう引いて止めないように、この腰見てね、引いた時にこの腰がスッ反対に前に出ていく。もう一回お願いします。これがこう引くんじゃなくて、引いた力がもうすでに前に入ってる。ちゃんと元の三角形に戻すって。そう。でもこれ今体の中が引っ張られてるんで、これを出たいわけですよ。エンジンかけてる状況なんで。だからこれだとどうしても引いちゃうと一回止まってからじゃないと出ないでしょ、次が。そうですね。ここで一回ブレーキかけての反対のエネルギーを。引いた時にはもうこっちに入ってるんで、そのまますぐ出れる。スピード。そうです。
こうだからこう直線のイメージだと一回止まってからじゃないと動けないでしょ、はい、これが軽いこうメビウスみたいなイメージ、ずっとつながってるイメージ、だから技の終わりがその技の始まりになってると、技の終わりがその技の始まりになる、始まり、それをまずちょっと引き手の感覚で作っていきましょはい、よろしくお願いします。う。はい、じゃあいきますね。これもうちょい前に出ましょうか、これね。はい、じゃあこれから右手引きます。はい、1、引いた力が、はい、スーッと右の腰が前に出ている。はい、これで軽くついて2、ストン。はい、3、もう一回合わせます。はい、同じこと。はい、1、引いた力が前。そう。で、右手引くでしょ。これも同じ感覚。はい、2、引いたらストン。もう反対が入ってる。はい、3。はい、1、2、3、1。そうで、体の中引っ張られてる感じする？この奥の方で引っ張られてる感じ。もうあんまりまだわからない。はい、 OK まだわからないです。はい、2、3。あと2回いきます。はい、1、スーッと、はい、もう体は前に入ってる。体を前に。はい。この腰はスーッと前に。今ちょっと引いて、なんかこれ元にぐっそうそうそう戻す感じですか。元に戻すというか、こうギューッと今引っ張られてるイメージ、体の中。こう来てこう。そう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 。はい、3。極端に言ったらそういう感じ。半して。そう。はい、うまい。はい、1、スー、2、3。じゃあ2本いきますよ。こうまず1回ゆっくり。はい、1。いくよ。この手同じような感覚で引きますね。早くね。2、はい、3。うまい。はい、1、スー、2、3。じゃああと2本うまいから。1。はい、呼吸吸って、はい、圧縮して、2、3、1。で、この時力まないでリラックス。はい、2、3、OK。じゃあ次、今ゆっくり弾いたでしょ、スー。はい。これを見て、一瞬で、一瞬で弾けるよ。腰をこう回す感じ。回すんじゃなくて、なんていうかな、切り返す。バイブレーションが出るんですよ。そう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 。そうしたら、見て、これは今引き手の練習でしょ、引く方の練習。引く方がこう使ってるから、こっちも同じように使う。そう、早く。ブルンって感じ。いくよ。引いて。いくよ。はい、はい、1。で、同じ使い方。2。そう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 。3。もう一回。ここに戻すんですね、一回。はい、1。この時力まない。そう。技の終わりが始まり。はい、2。3。うまい。はい、1、2、3、1、2、3、あと2本、1、2、3、1、2、はい、3。で、それを見て、一挙動で、パンパン、そう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 。はい、行きましょう。じゃあ6本、いくよ。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、最後。はい、1、はい、直れ。このまま吸う。はい、休め。左、右。はい、で、吸って、吐いて、吸って。で、自然。そう。そうするとずっと強い状態でいられる。私は強い。だからここでパッとやめて終わっちゃうとダメなわけです。ここからやめの左右で中心が揃ったでしょ。はい、はい、そこで呼吸と動作ます。はい、中心からスッと開くイメージ。そう、そこまでずっと気を抜かない体の中を作っとく、そういうイメージで。今の月だけでいい汗がかきましたうまいですねすごい、なんだろう。だでもまだからどうしても力んでるまあ感じしょうがないです。がしますね。それはしょうがないですよ。だからこれ1回ずつ切っちゃうんじゃなくて、終わった瞬間もう始まってる。終わった瞬間始まってる。もういつでもだから入れる状態作ってる。パンパンそうそう。パンパンパンって言っちゃうとそこで切れちゃうから言わない。あ、いやちょっとこの癖を直します。そうそうそう、うまいうまい。それでちょっといいかな。この拳伸ばしてみて。そっちはこう引き手でいいんで、はい、でこっちもいける。
そうこれは何もしなくても強いでしょ。お強い。そうこっちは強いのだから強い中国武術とかこうつくの、はいつきますね、うん、空手はこれでしょ。だから弱いの、うん、だから中国武術は理にかなって日本の柔術もそうなんだけど、はいこうね縦剣だし、こういうやつそうこれは強いわけですよ、うんなぜかというと肩甲骨がこうでしょ、はい肩甲骨この位置で腕も上腕骨もこういう位置でしょ、はいだからこの肩の後ろに大きな質量があるんです体重が。だからこれは受け止められるから強い。で特にこうすると肘が下向いてるでしょ。はい中国武術はこう、はいだからこれ強いの肘下向いてると肘が下向いてる方が強い。のじゃあ空手の場合こうだと弱いですねさっき言ったよ毎回びっくりします自分の読みますうに。でも今言ったようにこの肩甲骨に対して上腕骨がこうまっすぐ一直線だと。でこの肩甲骨ってこう動くのね浮いてるから。はいだからこれをこっち側を剥がすイメージでこう持ってくる。だから真ん中なの。そうするとこれは、うん、これだけ強くなるでしょ。肩甲骨肩甲骨をを意識してそうここから剥がしてあげてグーッと。だからこの状態だから弱いわけでしょ。はいこれ肩甲骨剥がすからこう一直線近くなってるでしょ。そうさっきの中国武術みたいにこの状態になってる一直線。なるほどこれを正面についてもこうじゃなくてこっちもこう一緒にこうしたい。そう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 。これは強い。プラス腕もそうそうそう長さそう長さがだからこっからリーチが腕が始まってて、長くなりましたねこっから腕は始まってるっていう。そう今すごくいい感じ。これは強いですよ。今まではこうでした、私で肩甲骨を肩の位置は出さずに肩甲骨だけスッと。そうでこうでしょ。例えば面白いのがちょっと開いて指先からこう握ってみて、一般的なそうするとねこういう感じはいはい今度こう手のひらをこっちへ持っていくイメージこうイメージそうそれでまっすぐにしてあげてそうこれだけで全く違う。だから握り方一つでも変わってくるんだこれ。そうなんか掴むようなイメージ。そう自然にこれは剥が前に出ましたねそうはい剥がれましたうん、そうなんか掴むよスッとそう肩甲骨も一緒にこう動いてくる。左も普通のパンチがこれで、掴もうとするとあ剥がれるそれだけでもうさっき言った一直線近いに強くなってくる。だから日本は昔からコツを掴むとか、はいね、コツを使うとか、コツっていうのは骨ってだから骨をどう動かすかとか面白いでしょ。コツってカタカナじゃないんですね、骨骨なんですそうね面白いでしょ。コツを掴むっていうのは骨をどう動かすかどう使うか。面白いこうなんだろう漢字って中国のものだから、もう偏見かもしれないんですけど中国のものから来てこうコツをつかむってやっぱり日本の言葉じゃないですか、はいはいなんだけど意味はちゃんと、そうだねコツ骨を使うっていう日本的な意味に変わるから面白いですね面白いですね。面白い中国ね漢字文化圏なんで同じ、だからかかともそうですよ。足辺に重い重いでさっき言った呼吸っていうのは別名息って書くでしょ。はい息っていうのは心の上に自分が乗ってるそう本当だからさっきやった呼吸一つで自分の心と体が一つになる。永久保存版ですね私の永久保存版もう本番の前にまず今日の見てこれだけでも面白いでしょ。はいだから本当、ね、それだけでも漢字分かる人はうわっとこうわすごいって鳥肌立つぐらいびっくりするんですけどね。いやすごいですね、はい中国語でかかとって私が知ってる中国語だと足に、そうちょっと違いますね根元、やっぱ根元なんだね。そうやっぱそうなんだ。じゃあお剣だから根本なんだやっぱり、もう根元は根元でこう突き刺す地面に突き刺すイメージだけど、はいまさか重いっていう感じが入ってるとはいやーねそうなんかここまで武術さっきやったのはやっぱかかとからこう重心を流してくるってやった、はいそれだけでまた技の威力違ってくる。それまた後でやりましょう、根本から流れてはいありがとうございます、はい面白い、はい面白いでしょ本当にめちゃくちゃ面白いやりましょう。はい体の中からこんなに細かくだってこう掴むだけとかあと呼吸だけとかあとかかとトンって落とすだけでもう一気に内側からのパワーが変わるっていうのがちょっと体験してみないとわからないっていうかやる前はぶっちゃけですけどもいやどうせ相手弟子とかあと西監督だからもう経験者だからできるんだと思ってたんですけども初心者でも本当にその細かいコツ
まだまだたくさんあると、もう永遠にあると思うんですけども、その一つ二つ掴んだだけでここまで変わるとは本当に思わなかったので、ちょっと自分のものにどんどんしていきたいと思います。足裏の中心ってあって、このかかとがあるでしょ、はい、この始まるところからこの内くるぶしでもいい、この付け根でもいいですし、この真裏、これね、ここの骨の真裏、そうそうそう、はい、こっからこういうふうに重心を流して、親指と人差し指の間に、まっすぐだとどうしてもこの土踏まずってあるんで、この、はい、少しカーブしてここに持っていく。ここなんですね。親指ではなく親指この間に行くんですね。そうするとこういう技なんかも速くなってくる。それを歩く時もそうやって意識して歩くとすごく歩きやすかったですってことはよく言われる。親指と、かかとの方からつま先の方に流す。きれいに。そう違うでしょ。違いますね。なんか体軽い。軽い。でもう一つは楽しいとやっぱこれ意識して、そう今みたいにこう歩けるでしょ。そう。早い。でこっち向いて嫌なことがある。例えばこういうふうに重く、少し猫背になって動くともう重たいでしょ。で気分が軽いとそうやって歩く。気分が重いと心が重いとやっぱこう重くなる。もうなんか一歩一歩が重いですもんね。こっち側に来た時。面白いでしょ。なるほど。じゃあ常にポジティブなんで。そうで足の裏の重心。しっかり感じて。でこの上丹田、中丹田、正下丹田、ここからいっぺんにスーッと引っ張られてる。この3点を同時に。スーッと引っ張られてる。そう。おお。止まらない。すごい。これモデルのランウェイでも使えるかな。モデルさんって。いやちょっと待って、それは言い過ぎ。もっとなんかこういう感じ。確かに。そっか、この3点を同時には意識したことなかったです。引っ張られてる耳にして。トン。それで重心上げて足裏。そう綺麗に。なるほど。じゃあなんか殺人者とかそういう背景バックグラウンドが重い人は逆にこう落としたら、警察官とか職務質問ですぐ発見するんでしょ、悪いの。はい。やっぱそういうことなんですよ。もう気配がおかしいんで。ってこと警察官ではパッとすぐ見てわかるでしょ。わかります。後ろ姿見てわかるでしょ。警察官の学校とかでやっぱこういうことやるんですか。いやじゃなくてあれは経験でなるんでしょうね。でもやっぱやましいことがあったりするとやっぱ出るわけですよ、体の外に。あとなんですか、立ち振る舞いに出るわけですよ。やっぱそういうとこをね感じるんじゃないですかね、警察官。僕らもやっぱ変な人いるとすぐわかりますもん。もうおかしいな。初対面どうでした。大丈夫です。変な人じゃなかったです。よかったです。そうきましたね。なるほど。面白い。面白いですよ。これ演技にも使えますね。もちろん。例えばそのやりたいキャラクターのバックグラウンドを作ってあげるときに、じゃその重心一つだけでも。そこ中心やったことないんですけど、それを意識して。確かに僕もそう思って今考えたことなかったけど。確かに。そうですよね。ただこう丸めてとかじゃなくて、重心を考えると全然違います。気持ちと重心とね。よくだからそういうね、気が重いとかね。気が重いってよくやっぱ言ったもんですよね。すごいな。やっぱ重いからこうね。足も引きずりますもんね。引きそうね。そっか。で追いつきまでやりたいんですよね。はい。次行かなきゃいけないんですけど。じゃあ行きましょうか。はい。で、どうしようかな。でまず簡単なことからやりましょう。はい。じゃあまずさっき言った自然体作りますね。ここから。そうで右足を右へ移動させながらこう牙立ちっていうんですよ。中キャップもあるでしょ。はい、そうただこれになるだけで、はい、もう一回です。でこれをさっき正座の時に自分の体をこう重心を落としたり重心を上げたりでしょ、はい、あの感覚で見てください。どうしても右に移動しようとすると床を蹴ってこう移動する。それをもちろん使うんですけど、それ以上にただこう落とすだけ。さっき言った正座する重心をスッと落とすだけで、意識を右に持ってくると自然に動くんで、体の中の重心もふっと右に動かすイメージで、そうすると床を蹴るって動作がなくなるんで、どうしてもここで反動を使うと気配に出るでしょ、技の。
そうそう。じゃなくて落ちながら重心をふっとこっち持ってくるだけ。そう全く気配出ない動ける。まずこれだけいきましょう。で呼吸と合わせる。はい。はい。じゃあ吸っといて、じゃあ手腰しましょうか。はい。で上丹田中丹田正下丹田に落としながら、はい、右重心を動かすイメージで、はい、1そうはい2吸って3ふっあ、こっち。4 5 6 7 8はい最後9でそこで検証でそのままはいついて右手でついてそうこれができてるかどうかいきますよちゃんとそうよそう牙立ちは弱いんですよ。できてると思った気持ちよく後ろ行った待って今のはどうしてもはい膝から曲げちゃうと今みたいに例えばねじゃあこう最初から開いといて最初から開くそうそうそれでじゃあ膝から曲げてみてそうでついてみてそう形は一緒でしょ最後の形は一緒で今膝から曲げましたそうするとこれは弱いはいじゃあもう一度開いてみて今の開くそうはいで膝伸ばして今度はここ股関節から曲げるこれ曲げるそう自然に膝が曲がるでしょそうこれだけで強いでしょさっきより全然強いでしょもう一度すごいちょっと待ってじゃあはいまずこう中心意識して中心意識してはい、ここを意識してそう落とすはいそうするとこれだけで違うはいもう一回上げてで今度膝から曲げてみて膝からここからここねはいはいそうただ意識からそうこれでしょだからここから落ちるの今言った呼吸使いながらもう一つは膝じゃなくてこの股関節で捉える股関節で捉えるさっき言った地球と一体化の股関節でスッ上げる股関節でスッ捉えるそういう感覚はい行きましょうはいよーい手こしてはい吸っといて吐きながら股関節を折り曲げる、はい、1ここからスッ2そう3で体の中の重心も下に 4OK はい5はい6ここね7まっすぐ8はい最後9 OK でついてみてはいそうすると大丈夫はいできましたできましたはい治ってはい面白いでしょたったこのはい膝か股関節意識変わるだけでこれが変わってるここなんですねそうそうだからさっき言った歩くのもそうですねこの股関節で捉えるんです重心流しながらそうそこが非常に重要なので上半身と下半身こうねつなげてるところこんなに変わるとちょっと正直本当に驚いてるそれでちょっとね、で今みたいなこう落ちながら移動させて股関節捉えるはいこの乗った瞬間股関節捉えた瞬間にここで作るさっきのそうで手つきますそうものすごい強いからじゃあただじゃあ最初はい簡単についてみてじゃあもう何も考え膝から曲げて1もう一回この足を移動させてあそっかはい1そうすると弱いでしょはいそれをここですねはい股関節意識して力あんま入れないではい1で正下丹田に入ってるそう OK 合格これをでも何百回何千回ってやんなきゃいけないんですからねはいやりますこれやりますこれをでも違うでしょ体に覚えさせたいですこれは全然違うでしょはいでさっきやった手もそんな力入れないで楽にしてでねじゃあね面白いのがじゃあお弟子さんでまずやってみようかな、嘘だと思うからちょっとじゃあこっちで、はい見させていただきじますゃあ自然体でいいねはいまず分かりやすくでついてはいじゃあまず検証これどれぐらいか普通ね普通のこの力でいっちゃうはいと見てねで僕が変わるこれだけ、はい、そうこれはいや嘘つないでしょいやこれはよく黒帯ワールドで見てるんですけども信じられませんはいじゃあやってみましょう面白いですなんでじゃあついて今までとまた全然違う感じだと思いますそうでも強くなってるからでもはいこれでね
強くなってでもこれぐらいのイメージ、はいで僕はでもこっち一応さねこっちこうするそうこれはこれですよそれでいいこっちをこれだけでちょっと変な席感覚的に言うと最後のはこういう回転かかりましたからこう持ってかれた感じがじゃあ種明かしはいじゃあ右手でついて、右足を上げて右足を上げるこういう右足を上げるそう大丈夫でバランス取ってでも右手でついて軸は左足でしょ、はいそうこれは弱い、なるほど、そうですね、で次右手でついて左足を上げてくださいそれ今右でしょ一直線ですねで右足に軸があるでしょ重心が、はいそうするとこれはこれで強いね、だからついた方の股関節で捉えるでさっきもここでこれはついた方右の股関節で捉えるで左ここの股関節で捉える感じだからもう一回ついて、さっきやったのは僕がこっち触ると、はい意識が無意識のうちにこっちに来てるだからこれは強くなるでこっち触ると無意識のうちに意識がそっち行って重心ちょっと移っちゃうだからこういうだから簡単な種明かしはこうなるほど一つにする同じ方でじゃあ先ほどこっちをこうタッチした後に後ろいたっていうこう回転したっていうのはこの足がこう取られちゃったってこと弱かったんだよねそっちがよしよしだからこれも外から見るとただこんなことやってんのかなじゃなくて体の中と今みたいに骨を使う股関節を捉えるじゃあもう一度はいはいいきますねはい呼吸で合わせながら、はい、1、2、吸って3、4、5、6、7、8、最後、9、10、はい、なれ。休め、左、右、呼吸合わせて。はい、かかとからスーッと吐くイメージで。落ち着いて。はい、OK です。すごい。ね、あっという間できたね。本当に面白いでしょ。自分ででも分かるでしょ。違いが。はいこうやって検証しながらやると。はいだから中国拳法でも中国美術も立ち方って非常に重要だと思うんですけど、はいまあ、空手も一緒で立ち方ってものすごい、はい中国美術と空手はやっぱ立ち方が非常に豊富なので何かやっぱあるんです重要なことが。はいうん。こうマブーって言ってはい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 。なんか今までずっとこうやってやっててもうこれめっちゃ太くなってくるんですけどなんかここの膝が前に出ないように、うんうん。つま先より前でそうですそうそうっていう感じでもう何がなんかわかんないみたいで中国美術ちょっと後ろでしょ。なあそうですはい結構後ろの方に力を僕らも入れて一緒でそこは一緒で。じゃあその今ここを意識するっていうのは別に特にここを意識するのではなくもし骨格上こう膝から曲げちゃうと今言ったようにこれより先出てきちゃうね。ああはいはい、でもこの股関節から曲げる感じだとねここから曲げていくと自然に骨格上膝が曲がってくるでそんな前に出ない膝から曲げようと思ってどうしても前に出ちゃうここからまっすぐにして出すと骨格上自然に膝が曲がんなきゃいけないからそう重心が今膝を曲げようとすると自然と上もこうなっちゃうんですよそうでもこバラバラになっちゃうこから落とすとまっすぐのまま上がこう落ちてくる感じだ一体化する一体化してる結果は同じでもそう見た形は一緒でも中身が違うわけですよかったいやもうできてますからすごいいやーこれはもうどんどん取り入れますはいはい、はいそれを今度前に持っていくとちょっと、前にちょっと見てね、じゃあどうしようかな私こっちから見ますねさっき言った地球と一体化するって言ったでしょそういう感じがあったまさしくそれでやっぱ地球にあるエネルギーの中でやっぱ重力って大きなエネルギーでしょ倒れるってはいそれをねこう支えてねで全部してそうこの倒れる力も使いたい倒れるそうそう力も使うで筋力でバンバンつくんじゃなくて今言った重力って一番大きなエネルギーなんでそれも使いたいその時にねまたして前に倒れるんだけどその時に例えば体固めちゃうとってこう体固めるとこれは軽いほうもう全然でもう一つはさっき言った息を吸うと重心で上がっちゃうでしょだからもっと軽いでこの時にさっき言った上丹田中丹田静下丹田に落としながらリラックスそうこれはものすごい大きな力でもう一回いくよ
固めるよ。ちょっと待って待って、本当に？グッてやると力んじゃうと重心上に上がっちゃう。で息吸っちゃうとまあ同じでね。で吐きながらてか落としながらリラックス。例えばね、さっきやったこれも一緒に見ててね、後でやってもらう。はい。これもはい、さっきやった軽く上でもで次はいよ、下ろしていいよ。ではい、いいよ、聖火丹田入れるとこれ重くなるんですでしょ。でもこの時にはいグッと体固めちゃう。そう、これねもっと軽くなっちゃう。あらら。だからえいってこう力んじゃうといいよ。力むともうこの瞬間重心浮いちゃってくる。でこの時反対振ってリラックス。そう、これはこの力を使いたい。だから力まないでリラックスして前に倒れる力を拳に持ってきたい。で最初さっきやったらもう一回やります。であ、そうか、後ろから。で上端で意識していいよ。はい、で吸ってはいで軽くとかこういう感じね。で次中段で抜かしてはい聖火丹田もうここ意識して、はい。でふっとリラックス。はいはい OK です。もうそれだけで重いでしょ。でもそう重くなったのにはいグッと力んでみて全部そうそう浮いちゃうでしょ。簡単に浮いちゃった。すごい。でまあここに力入れつつそこギュッとしたんですけど。こうやってもやっぱ重心浮いてきたんだ、体の重心。だから今やった、これも一緒で力んじゃうと硬くなる。だからリラックスでふーっとこの力を使う。今のね。そうそうそう。さっきだからここから横行ったでしょ。今度は前に行きます。この時ちなみに前に行く時は真ん中にこう行く。まっすぐでいい。まっすぐまっすぐ。まっすぐ。今日は。こうか。そう。それでちょっと見ててね。はい。こうまっすぐ立つでしょ。これはすごくいい形で安定してる。でも考えて安定するって動けない。動けないですね。そう。だからこの親指と親指を結んだ線があるでしょ。はい。この中にこの足の真ん中ね。この中に自分の重心があると、はい。この足と足を結んだ線より前に重心が出ないと動き出せない。ああ、はいはいはい。ね。これが重心が少し前に出てからやっとここで動き出す。こ伝わってる感じ。の時間がもったいないでしょ。だからまっすぐに見えてるんだけど僕の重心の落下点はこの辺にある。外してんの。ここにわざと。ここは見て真ん中へ。はい、真ん中。今ここに外してる。お、こう見えます。はい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 。これから前にスッと出したい。スッと。でもちろん後ろ足のこの床を圧する力、これも最後まで使う。だから最初に使っちゃうとどうしても1まで技指動作が出ちゃうんで、そうそうそう。だからまずはこう不安定にして落ちる力と、で最後はこのプッシュ。そうそうそう。あ、楽。楽だし。ただ足を出すだけっていう感じ。そう危ないから足が出る。あ重心が前に行くから、歩くのもそうでしょ。あ。はい、そうです。人間の。これじゃ歩けない。前出るから足がこう出るんです。自然の設備にやっぱ合わせない。だから床を蹴ってよいしょってもちろん疲れもあるんですけど、今までこうでした。前に行くから足が自然に出る。それプラス最後の瞬間後ろ足のプッシュも少しプッシュというかね圧。地面とこう。そう接触する。そうでその時に難しいんだけど、ふわっとこれが外れちゃうとさっき言った股関節が。だから股関節のトライ、このトライがありながらこれがこっちへ外れると弱くなる。ちょっとその前にこれやってみようか。あ、そうですね。ちょっと前屈こういうふうに立つ。私が9歩、はい中腹実はいで手を前で前に倒れます。大丈夫？大丈夫です。じゃあ軽くしながらね。そうこういう感じで今度は力む。あ、いけるまだいける。いける。でリラックス。これは大きい力出るでしょ。なんか石が来た感じ。そうああ、なるほど。それの力をここに一点に集中させる。リラックスしてるのになんかここがなんか太くなってる感じ。かもしれない。へえ。だから今さっきやってた正座はいからここまで全部結びつくわけ。全部同じことやってる。はい。じゃあ行きましょう。はい。じゃあ自然体で手腰で少し分からないようにさっきと親指と親指結んだ線よりちょっと前に外しておくようなイメージ。はい。でさっき言った上丹田中丹田聖火丹田が前に引っ張られる。はい。そうでバタッと音がしない。でちょっと広すぎる。はい。ちょっと後ろも浮いちゃいました。そんな広くなくていいんでこれぐらいで。じゃあもう本当に出た感
後ろは私上がっちゃうんですよね。上げない。絶対そう、上げない範囲で。意識する感じで、あ、ここ意識してなかった。そうそう、捉えて、はい、OK。でもうちょいます。はい、で戻して2、OK。はい、3。そう、この右の足裏、後ろ足の足裏と股関節が真下に押さえてるイメージ。はい。はい、4、5、6、うまい。7、はい、8、そう。はい、9、10、1、2、うまい。はい、構えて。そう。じゃあ今ね、見てて。前に倒れて足がついて膝が最後少し入るね。はい、この動きに合わせて突きが。で、この時に足がついて膝が入る。この時にさっき言ったかかとからつま先の方に重心が流れる。もう一度。はい。それと拳を合わせて。その時ここは先ほどのこれをもう意識する。もう一度こう向こうにパッと流れるんじゃなくて、もう一度こう締め直し三角形。はいよ。はい、1。うまい。はい、2。ここから。はい、3。そう、まっすぐ。4、5、6、7、8、9、10。もう一度。1、2、はい、最後。3、OK。そうするとこれで強い。はい、4、はい、なって、はい、休め。左、右、レイ。そうで自然体に戻ります。そこまで絶対距離がない。はい、OK。そう OK かっこいいよ。左手だああ、なるほど。であんまりこう前足にかかっちゃうと今度ここでいついちゃうの。いつくって動けなくなっちゃうの、はい、だから前に行ってるようでも後ろ足でもしっかり重心が残ってる。だから後ろの重心が重要ってことなんですね。そうですね。股関節のこのトライが大切。ここでエンドじゃなくて、そうエンドじゃなくて、ちゃんと今重心前に出して足が前に出るだけで重心このまんま、この足首膝の柔らかさがでまだここからすぐ蹴れるようにしとかないと、止まっちゃう。どうしてもここで乗せすぎちゃうとダメなんで。ただ面白いのはね、これもと思うかもしれない。じゃあ下段払い構えて追い突きでこう交差してってみる。交差立ち、はい、1。これで後ろ足が前に行く、はい、そう。これ浴衣の接地面積はすごい少ないでしょ。すごい少ないですね。右足1本立ってるようなもんで、はい、で面積も狭いんで、はい、すごく不安定なわけですよ。だからこれはね、ものすごい弱い、でもこう伸ばしてみようか、こうでいいでしょうか、さっき言ったように膝からじゃなくて股関節から曲げる。ここね。そう、はい、そうするとこれはこれだけ違う。だからもう一回下段払いして、この股関節に乗った瞬間につく。はい、1。そうするとこれは同じこんな弱い立ち方でもものすごい強くなる。そうじゃあついていいです。じゃあ一回抜いてください。一回抜いてください。このままそうで膝から曲げてみて。そうこれは膝からだから弱い。ものすごい弱い。はい。で同じくここから意識して曲げます。はい、OK。そうもうこれだけで。違う。もう一回。いやもう全然違うんですよ。そう中心からスッと落とす。そうで正肩に入ってる。OK。そう全然違う。うわ全然違う。でその感覚がありながらこうなってもらえる。この感覚。やっぱ前に重心が来てる。そうで後ろ足も同じようにする。そうするとこれはものすごく強くなってる。そのほんの一瞬だけその形になる。なるほど。それ止まっちゃうとやっぱりつくんで、ほんの一瞬だけその。じゃあこれも一緒。あるんですよね。これあるんですけど。あるでしょ。超弱いですよ。なんでこれあるんだろう。それを今やった股関節トライでやったら。そうあと下にできるだけこの状態で落とした方がいいんですよ。あれもね上手ですね。はい。でそれがなんか先生うちの師匠は李さんは
足が長いからできないよねってそう冗談半分で言ってくれるんですけど、ここなんですね。あとはさっき言った呼吸で軽くして重くしたりすると、ここから軽くすれば簡単に上がるでしょ。よいしょまだまだ筋力使っちゃうから、はい、訓練が。なるほど、ここか。そう、このトライが大切な。つながりますね。徐々につながる。あとやっぱりこうね、背骨のこの柔らかさで、この横の柔らかさ、これも大切なんで、こっちを縮めるでしょ。こっちは今伸びてる、反対こっち縮めてこっちは伸びる、タイの伸縮で、今度こっちが伸びるでしょ、こっちは縮んでる、こっちは伸びる、こういう、そう、タイの伸縮、あるいはこうひねるっていう、この動作を組み合わせてくればいい。そうそうなるほど。そうそうそう。あんまり力入れない。力入っちゃう。じゃあ次行きましょう。はい。では、構えて。はい、今前につきました。でもうちょい狭くていいかな。重心も少し上げて。はい、今度この前の手から少し動かす。前の手から少し。そう。その時にさっきやった足裏、かかとからつま先の方に親指と人差し指の間に重心流したでしょ。はい、それを同時にやる。これを伸ばすのと重心が一緒に動く。足裏の。そうすると、はい、1、スッで前に出る。はい、2、スッ。おーっと大丈夫。なるほどなるほど。で、この3つから引っ張られる。こっからの左ね。あ、左、同じ手か。スッ。前にそう同じ手出るのを勢い。そう。はい、3、4、5。はい、じゃあ下がりながら。下がる。このまま。1。そう下がっても力を前に出すイメージ。さっきやったでしょ、はい、この中でこう回すイメージ。だから見て、これが下がった力が、引いた力が前を通ってで前で、そうはい、2、そう、手がちょっと速いね。3、足がつく瞬間にストン、そうはい、4、ここでストン、そうはい、5、そこでストン、うまいそう、全身合うでしょ。あった。ちょっと一定集中する。そうそしたら今度それをずらしながらどんなとこかでも出なきゃいけないんですけど、まずはその一致させる。この時は同時で。どっちついてから少し足が前に、重心が前に、それに乗せる。はい、OK。で、見てて。こうさっき体があるでしょ。はい。これをさっき言ったこっちを縮めて後ろ伸ばすイメージすると、こうすると骨盤は前に。こっちへ落ちる。こう。そう、はい、これは後ろへ落ちる力。で反対にこれから中丹念が前に出すイメージね。こうすると骨盤は前に。はい。だから見てて、これで前に出す骨盤はこっちへ落ちる。少しこっちへ入る。だからこれが落ちる力なの。骨盤のこのびっくりした。今殺されるかと思った。ごめん。これも使われる。静かに来た今。なるほど。下がるときは反対にこれからふっと後ろやると、これが今みたいに後ろ行くでしょ。そうだから足から動くってよりも、さっき言った体幹部から動く、全部体幹部につながってるんで、だからどうしてもこの足から移動しようとするんで、じゃなくてこの手とつなげたこの体幹部から前に出ようとすると、自然にこれは下へスッとちょっとね骨盤が前傾するんで、その重みを使ってあげる。それは後傾ね。で前に行くと、ゆっくり前に行くから、だからこれから伸びていく。スーッとこれから伸びていく。スーッと。はい。でそこだけ足裏も感じられれば一番いい。足裏。全身を一つに。ここですね。後ろもしっかり。スーッと。感じた今。スーッと。それでちょっとね、そこから見て、これはダメなのね。足の裏が見えてるでしょ。はい。
足の裏が見えてるってことはここで重心が上に浮いてるし、あるいは床を蹴っちゃってる。なるほど。だから移動しても足は見せちゃいけない。少し内側から。はあ。ちょっとやってみます。こっからのこうじゃなくてこうか。そう、足裏がそのままスーッと入ってくる。そう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 。ちょっと違う。ちょっと違った。今ちょっと来ました。あ、今合ってる。そう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 。そう、今の感じ、今の感じ。ああ、そうすると、どうしても床を蹴るってことは外部の力をいつも使っちゃってるでしょ。はいはい。床を蹴らないってことは自分の体の中で引っ張り込まれてる。そう、体の中ができてるでしょ。だから追いつきって難しいのものすごく。難しいですね。これは我々やってる小頭感の特徴でもあるんですけどね、はい、この技が難しいんですよ。足裏で全部感じながらこういう感覚がわからないんでね。こう移動してる感じが今すごく新鮮っていうか、はいはい、面白いです。じゃあそれを、はい、じゃあ今度は左足前に出して、はい、だいたいこの肩幅よりちょっと広いぐらいでいい。そうでちょっとジャンプして、そういつも動けるようにでパッと構える。左手前にしてまず基本。はい。今度はこの姿勢から一歩前に出てとうとう追いつき。めっちゃ距離めっちゃ先に行ってた。ちょっと見てください。これ前の手から動いてるでしょ、はい、前の手を伸ばしてスーッと、そうすると僕の中心軸正中線ってない一本ない、はい、でこれも一緒で、これを動かすと体回っちゃうでしょ。そう分かるでしょ。だからこう構えたらこの正中線このままそう嫌でしょ、すごくすごく嫌でしょ、なんか気分的に。そうそう、すごい。でそれをいきますね、はい、構えて前の手とまず自分の正中線を合わせると、そこに右足がすぐ入ってくる。そうそうそう、上足動いてないでしょ。はい、1スッ、はい、もう2スッ、はい、そう、この肩向きは前、これもう前、真ん前、はい。で人間ってこの肩と肩結んだこのシルエットが動くと反応するの。人間あっと反応してくる。だからこれをなるべく動く。はい、3ス結ぶ感じ。はい、4、はい、そういうイメージで今度足を前にこうストンこの足を抜きながら前にポン。はい、1。手はそう残しといて、その瞬間腰を切る瞬間、そうイメージね。ちょっと見てね、はい、ここでもし中心回転させちゃうとこういう動きになる。体が最初回しちゃって手の力が出るんですよ。はい、こう力が入れ替わっちゃっても手の力、はい、じゃなくて体はそのままで足がつく瞬間、この瞬間全部スポーンと出てきたんです。そんなにそうすると相手からは非常に見にくいわけですよ。そう、動いてない。こっち側半分の手が見えないんですね。これから左半身はこのままで右半身だけが伸びてくるっていう1ミリ1ミリ今そういうイメージ。そうすると相手は分かりにくいわけです。なるほどなるほど。論理は分かりました。これはなるべくこう落としてあげる。ここを落とす。そうすると僕の感覚はこっちです。こっちつくイメージ、はい、そうで上に来る。ここで虚実を使い分ける。中段狙って上に行く。虚実を使う。そっか、ここ確かにこのこうするとまだ上段しかつけないでしょ。そうですね。こうしたらどう来るか分かんない。分かんない、今だけちょっと怖かったです。今構えてるだけで。そう、こういうことか。そう、はい、これでいくよ。はい、1まっすぐ行ってここで入れ替える。ここで入れ替える。そうでこの瞬間ここでいいね。で打った瞬間もう引いてきて、そうはい、2、そうで後ろ足も引き寄せて、ちょっとそうするといつも動けるでしょ。これがこうなっちゃうともういついちゃう、さっき言ったこっちに乗っちゃっていついた状態になるんで、この構えこっちも一緒でしょ。はい、突き終わった瞬間はこの構えになる。戻るもん構えに戻る。見えてきた。はい、1、そこから動ける。大丈夫。はい、戻って。はい。
リアルでした。はい、2。待って間違えました。先に手が出ちゃったので、なんか意識って難しいですね。最後に持ってくる。そう、最後にスポーン爆発するイメージ。まずそう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 。そうそうそう。はい、一個意識すると。この手はもうこう伸びた瞬間戻ってる。つく時って何を考えてます？何も考えてない。ただこの丹田とこれがつながってるイメージ。丹田の爆発がここへ来る。一瞬で。それ呼吸で。呼吸をさっきやった吸って吐いちゃうとね。遅いんで吸っといて吐いて重くするでしょ。重くするの、重くするのが推進力っていうか。おっと待って。そう、ここで重くしてここで吐く。じゃちょっとなんか力む感じ、力む感じっていうか。圧縮。息を圧縮する。でここでパン吐くっていう。息を圧縮するイメージで。これにもうちょい、ただ横でついて。これできる。だからもうちょっと上げといてください。足を狭くして。重心上に上げて、それ軽くなったでしょ。はい。さっき重くしたでしょ。重くしました。あの時ここにって言ってたでしょ。そういうイメージ。ここにうっと圧縮して、そうでそれ手すぐ引いて。オッケー。じゃあちょっとのりちゃん来てくれる？はい。ちょっと見て。ここでいいや。はい。で反対しとこうか難しく。右足前に。そっちがいいね。もうちょい前の方が危ないの。そう。じゃあこれ目標にしてゆっくりねこれからね全部が一緒。前の手が全部が引っ張られるイメージ。でここでスキル。それでこれが横向いちゃうと危ないし、次動けないんでついた瞬間にどこでも動ける元のして戻ってる。はい、やりましょうか。お願いします。これも分かりやすいと思う。はい。そこにぶつけて手を落としてね。そう。このままスーッときて。まだ。早い。じゃあいい。こうだ。そう。はい。これからこう来てこう。そう、その瞬間に足がついた瞬間に入れ替える。そう人がいると分かりやすい。そう足がついた瞬間に入れ替える。そう、うまい。そう、で後ろ足がもう少しついてきてる。ついていくそう、うまい。オーケー。なるほど。そう。じゃああと2回。はい、お願いします。1、そう。はい、2、オーケー。もう一回。はい、3、力まないで。できた。でも、こうするでしょ。まあこういう構えももちろんいいんですよ。いいけどこうするとやっぱ肩に力入るんで、今はこう抜きたいんで。はい。だからこうよりも今はもうふっとこう落としてる。そうどこに来るかわからないっていう。そう肩の力抜けてるんで、こうするとどうしても肩に力入っちゃうんで。そっか。肩に力入るからこういっちゃうんですね。そういっちゃうんです。そう相手に分かるし、やっぱ力の流れがここで止まっちゃうんで。やっぱ全部を体の中通したいんで。で実際に使おうかと思った時に、反対でいいよ。今でいいよ。じゃあこれからこんな遠くから入ってったら、ね、相手がカウンター食らうだろうし、相手もいないだろうし、もちろんこれを使う場合もあるんですよね。もちろん相手が遠かったり崩れたり遠い前から一瞬で入るから使うんだけども、やっぱりやってる同士だと読まれちゃうでしょ。あくまでもこれはね基本であって、この最終部分こう入ってこっからのこの部分が我々ごめんね、そう最後のこの部分だ大きく使って、最後のこのちっちゃい部分これを使う。大きく学んで小さく使う。なんか今私からここ肩を主に見させていただいたんですけど、リラックスしてます。パンチしてるんですけどすごいリラックスしてるね。あるいは反対でもいいしね。ここからの追いつき、この最後の部分をここで
ンねパーンと使うんだよ。だからまああくまでも基本であって、あとこれをどう使うかっていうのはそれぞれのその人に合った使い方になってくるんで、ただ今やった呼吸だとか重心移動だとか股関節トライだとか姿勢だとかいろんなことが全部ここに入ってるわけで、これが使えるようになったらいろんなことに応用できますよってことはあ、はい、はいこれなんか本日の総まとめそうの全てのそのなんだろう神経っていうか、細胞が全部このパンチに詰まってる感じがする。うまいこと言う。いや本当そうですよね、もう全細胞をね活性化させて全部そこに。なんかその結構なんか新しい技を覚える時ってすごい丁寧に頭で考えて、まずこう出してで次肩こうで最後ふんっていう感じなんですけど、それだとダメですね。そうそう頭で考えちゃダメなんで。もう感覚でなんか例えば遠くに放り投げるのと、あと最後まで絶対こういかないっていう。あるいはどうしてもねこうつこうとするとものすごく硬くなるんで、こう触りにくいイメージ。これがつこうと思うとね分かっちゃう。じゃなくてこうふっ触りにくい。そう相手反応しなくなる。だからここでこれね行くぞじゃなくてこうそうすると私もじゃあ自然体でいいな。ねこれから行くぞこれ分かるでしょ。分かりました。じゃなくてこれを消すスッとすごい怖かった。なんか来るのは分かってるじゃないですか。でもいつ来るのか全然遅れるでしょ。見えなかったし、でも読めないやつをもう一度今読めないやつをもう一度体験したいです。感覚。じゃあまず読めるやつ、はい、違いが分かるよね。これから入る。これじゃなくて正中線とってこれが怖そう自然にスッとこう来られてるでしょ。はい。じゃああれやってみましょうか。あれちょっと立って、はい、僕はこうタッチするからパッて避けてみる。これ手で手でそういくよ。遅いもっと早くもうここでねそうこれ分かるはず。なるほど、そうだからいくら手が速くてもでブロックさせて、じゃなくて武道はこうする。そう間に合わないもう一回早いんだけど、そう早い彼女。そうすごいそれをこう消す。それでそう切られてる。命の危険感じました今人なのに面白いでしょ。面白い。でもやっぱこれは呼吸だとか最終的にはやっぱ心が入る。狙う心を消してくる。そう相手反応できない。できるちょっとやってみて。ここにもう人でもいいし触るでもいい。ここに早くまず早く。はい、そう、早くもうちょい近くがいい。それを今度狙わないで仲良くなった気持ちでここにスッと手を伸ばすだけ。ほら本当に本当今のなんかもう一回、はい、ちゃんとやれよじゃあ早いの3回、もう一回で今度まだ今狙ってた。もう少し前もう忘れてもう遅れてる。うわーすごいそれに今度威力が入ってくる。今テラがやったでしょ。はい、今お友達ですっていう感じでそこで今度威力が入ってくる。エネルギーが入ってくる。これクローリワールドで見てるやつです嘘みたいでしょ。嘘みたいって思ってましたけど本当だったんですね。本当です。遅れそうね、はい、特に女性の場合遅れるかもね。男性よりね。そうです、ありえるかもしれない。女性の場合は遅れちゃうかもしれない。ということはこの技を身につけたら女性の中でも無敵に近い存在。いや無敵かどうかわからない相手に読めない動き、一つの遊びとしてね、遊びというかこういうこともできますよってこと。じゃあ最後ね、まだ一つ面白い。はい。じゃあね、じゃあ向かい合っていこうか。はい。こうね。私も。はい。で中段作る。この時はい位置でこう合わせてみて、小指と小指を合わせてみて、で肘と肘。はい。それ体こう丸々でしょ少し。
はいの、ちょっとこう1でぐーっと真ん中に集めていく全部そうで2で右手引いて伸ばして息吸ってそうはい3縮めるイメージ体はいもう一回1縮めるはい2伸ばす左手引いてはい3縮めるイメージそうはいこれができたら今度はい1縮めていい肘もつけてなるべくはい縮めたまま右手戻して吸ってはい伸ばしながら上段に伸ばす3背中を伸ばすはい1縮めるはい縮めたまま左手戻して2はい上段を作る3で背中がスッと伸びるイメージそうはい1縮めたまま2右手を戻してはい背中を伸ばすイメージで3そうできましたちょっと見ててねじゃあいいやじゃあ普通についてきてそう止まったけど検証するとこれ弱いでしょ、はい、でもはい中段今やったはい1縮める伸ばす2はい縮めてついてそうこれは中段ねこれは強いこれだけねでも待ってそのままの使い方だとこれ上段は弱いで今度反対はい、はい、1縮めて、はい、2縮めたまま戻して右手はい伸ばして3上段そうこれ上段はこれだけ強いすごいでも中段は弱いでこの感覚ね、今やってみて縮めて縮めたまま上段をついたでしょ、この感覚で歌ってするはいもう全体重乗っけていいのそうこうね今すごい全体重乗ってるね、はい、これを力で上げようとしても上がんないことはないけどこういう形ね、それを見て力抜いて体を縮めてはい伸ばすイメージですと上がるからやってみる？やってみます。ちょっと重たいかもしれないのりちゃん男性だから普通にこうまずちょっと軽く下げてみましょう、じゃあ普通力が入ってみて無理ね、ではいこれを、はい、力抜いて丸めて、はい、もう少し丸めるイメージで、はい、吐きながら反って、はい、腕を伸ばしながらスーッとおおできるじゃん中から力出てる感じがしますね。中から出てる？素晴らしい。できた。多分あれですけど、もっともう少し肘の使い方がうまければもっとできる。ね、だから体の使い方一つでこれだけになる。そうだから腕の力して全身の力がやっぱり。感覚の体験って大事ですね。もちろんだから触るって見る聞くでしょ。はい、見るでしょ。はい、次やっぱ触んないと。やっぱこうやってね触ってれば。感覚がわかるでしょ。はい、わかりました。それをこう持ってくるんじゃなくて肘を、はい、これをこう持ってくるんで肘を動かさずにこうしちゃえば結果的にはそういうことになる。なるほど。こう持ってこうじゃなくて肘の位置を変える。肘の位置ここだと力入らない肘の位置を変える。そう全く違うでしょ。それを今体の使い方しか教えなかったんで、ねできた。こう丸めて。あと肘を抜いて持ってくるとこれ簡単これも体の下げた体幹部の動きが手につながってくる手の力じゃなくて体幹部をどう使うかで体幹部の動きが足につながってくる全て体幹部なるほど、はわあ面白いめちゃめちゃ面白いいやすごい素晴らしかったですよそうですね。本当ですか？もういや明るいんでこっちも楽しくなってきますからいや稽古は僕のモットーでねやっぱ稽古は楽しくやらなきゃいけない楽しいと、もっとやりたいって欲が出てくるでしょ、はい、欲がどんどん出てきそうなんですました。その楽しさがいいんでその楽しさは今度深さに対する楽しみだとか、ね、難しさに対する楽しみだとか、はいそういうふうになってくるとずーっとやっても楽しくなってくるんではい、はい永遠にこの時間が続けばいいなと思いましたうまいこと言いますねいや本当にいや表現力はやっぱすごいありがとうございましたありがとうございましたじゃあまた機会があったら続きやりましょうはいぜひともぜひとも僕今度型やってもらいたいので絶対型やったら綺麗だと思う、そうですね。空手の型を今度やりましょう確かにはい、ねぜひともありがとうございました本日はありがとうございましたまた頑張ってくださいはい頑張りますありがとうございます Everyone is a hero in クロービーワールド。クロービーワールドでは誰もがヒーロー。もちろんあなたも。それではまたクロービーワールドでお会いしましょう。